さて本日は群馬県の沼田市かなにやってきましてですね、グランピング的な感じでキャンピングカー、据え置きのキャンピングカーに泊まるキャンプしていきます。この左のサイトがこれもともとテントが張ってあるサイトで、このテント使えますよっていうサイトみたいな。でなんかここハンバーガーとかあるんで、レストラン明日の朝ハンバーガー、そうなんです。明日の朝はここでハンバーガーを受け取って食べますが、でここでですね受け付けまして車でずいずいと入っていきます。これですね。これで雨が降ってもね、目の前川です。結構ね雨降るかもみたいな予報だったので、ちょっとね今回この屋根付きのところでやりたいと思います。非常にねこの最初天気はすごくいいですね。すごい。これやったらもう雨降っても安心やん。うわー、しゃれてる。うわー、すげえ。これなんか確か1960年代のやつやと思ったでしょ。これオーシャンズ置いてあるやん。ライトニングと食材とか冷蔵庫入れようか。はい。6時半スタート。はい。群馬県どっか行ったことありました？群馬県は特技ビデオキャンプやってる水上町。今日さ、はい、エビチリと、はい、あとさっきなんかキャンプ場の人になんかナス、なんかうちの畑で採れたナスとピーマンを、うちの畑なんか畑あんねて、ナスとピーマンがなんかお客様にあげてんねんて。それくれはったからナスを素揚げにしますわ。素揚げでめんつゆで食います。なんか休みです。じゃあおつまみにナスの素揚げでも作るか。はい。短冊にしようか。なんやったらもうちょっともう今日もう料理せんと寝ようかなっていうとこやった。マジで危なかった。8時半ですよ。もう正直、バターがあと5分、なんか飯食いませんって言わへんかったら、俺一旦ちょっと寝ようかなって言ってたとこやった。そんなだって飲んでもないし。いや結構飲んでるよこれ。だってもうタリスカ半分以上いってるもん。高すぎるかな、パチパチなるかな。これ結構飛ぶと思うよ。そんなことなかった。よかった。
俺さ、はい、めっちゃ不思議なことがあって、あら、俺ずっとやねんけど、帽子な、かぶるときに、ここロゴセンターや、これをセンターやなんて確認してかぶっても、ずれてない？何なんですかシャツもね、前後確認してから着て裏の時ありますうわ、めっちゃいい色。おテカテカやんこれも、おテカやんか。めんつゆええ香りしてんな。いただきます。おいしい。おいしい。うまい。揚げたてナスおいしい。わ、これ大人のつまみやな。うわー、なんか小学校の時ね、父親がほんまにナスビ焼きナスとかをね、つまみに酒飲んでたんですよ、何がうまいねんと思いながら見てたんですけど、思うわな。まさかこれがめっちゃうまいなと思う時が来るなんて、もうおじいちゃんになったら何食うんですかね。そばちゃん、そば、これからそばどんどんうまなるんちゃううまっ。よっ。あれ、エビチリって生姜入ってましたっけ？さてエビチリ作っていきましょう。まずこれ生姜をね切るんですけど、生姜はこれなんとなく細い、なんか細切りって感じにしていきますね。で正解は分かんないですけど、なんとなく確かエビチリこんな細切りの生姜入ってたよなみたいな感じで、今これ細かく切ってるみじん切りの方はですね、エビを下ごしらえしておくときに使う用のですね、これですね。これ冷凍エビなんですけど、今回ねこのエビの臭みとかを抜くための生姜ですね。これを先にこのエビの方にまぶしといて、で日本酒入れて、これ本当はね、この中華鍋あります？中華鍋はあんのよ。これ冷凍エビなんでね、ちゃんとしっかり解凍してからやりたかったんですけど、で今入れたんがほんまは中華鶏ガラスープ入れたかったんですけど、ちょっとうどんだししかなかったんで、とりあえずうどんだしで下味つけます。で塩して、でこれが片栗粉ですね。水で溶かなくてもいいタイプの片栗粉でまぶす。これほんまはね、エビは片栗粉まぶしてこうなんていうの、揉むとエビのこの汚れみたいなのが落ちるみたいなんですけど、これキャンプなんでね、もうとりあえずあんまり気にせず、下味とでエビのプリッとした食感を出すための下処理をやっておきました。でこれニンニクですね。ニンニクはみじん切りにして炒める時に使うと。これも初めてエビチリ作るんで、とりあえずねネットでなんとなくレシピ見て適当に作っております。こんな感じかなみたいなことで、キャンプ用にアレンジしながらね簡単に作れるように。でネギの大きさの違う2種類のネギを、これでこれとこれ炒めて、豆板醤いって、では段取り確認し終えましたので炒めていきます。さっきナスの素揚げを揚げた油を使います。はい、これ使ってですね、ちょっとナスの香りなんかもついてたらいいななんて思いながら、そんな変わらへんやろうけど、とりあえず生姜炒めていきます。生姜とニンニクですね、炒めますけども、これ生姜とニンニク、これニンニクの方がね、みじん切りであることも手伝って先にちょっと炒まってしまうので、ニンニク焦げないようにしたいなと思いながら炒めていきます。どうしても生姜がねなかなか火入らへんでした。でエビですね。ほんとね、もうちょっと早めに外に出しといたらエビがちゃんと完全に解凍してはいたんですけど、半解凍ぐらいで炒めていきます。これ半解凍なんてやっぱ炒めてるうちにね、だんだんこのエビの中の水分が出てきます。結果的に今回はその水分が片栗粉でこうとろみを出す時にいい感じにね
エビチリのソースになったんで、まあまあそれはそれでよかったかななんて思ってるんですけれども、塩コショウいきまして、ちょっと香りでねなんとなく確認しながら、でみじん切りのネギですね。この辺ちょっとね入れる順番ちょっと考えとかんとね、あんまり早くにネギみじん切り入れちゃうともう形がなくなっちゃうので、まあこのぐらいやったらまあなんとか形保ってくれよなんていうふうに思いながら、いいですね。はい、いい感じにこうやっぱり下処理、やっぱエビものは下処理命ですね。エビチリってね、うん、中華屋でどれぐらいの頻度で頼みます？5回に1回ぐらい、45回に1回ぐらいかな。でも結構好きやねんけどな。なんか3人とかで行ったら結構頻度高まる。1人やとチャーハンで餃子か唐揚げで、次のもう一品ってなった時にもう麻婆豆腐とかに行っちゃうから。そうですね、麻婆酢豚とかに負けちゃうんですよね。ちょっと負けるかな。そうなんですよね。知ってるけど頼まん中華って結構で、ホイコーローなんて美味しいのに、ホイコーローも結構負ける。俺ホイコーローは結構いくんすね、入ってくる。あと意外に僕は頼まないですけど、レバニラめっちゃ人気高くないですか？高い。レバニラなんていきます？チャーハンの次に入ってくることはあるな。へえ。そして豆板醤ですね。豆板醤もあんまり早く入れすぎるとなんか焦げついてしまうかもなと思って、なんとなく中盤後半あたりに投入してます。これケチャップはねキャンプで便利なパック状になってる小分けされてるやつ2つぐらい入れましたね。でごま油でちょっと香り出し、もう全部目分量です。でこの食感残ってほしいネギは最後の方に投入いたしました。もうこれでね、こっからあんまり炒めすぎない方がいいと思うんですよ、焦げちゃうんで。で最後ちょっと水分残ってる状態で片栗粉ですね、これでとろみつけます。このね水いらん片栗粉本当にねめっちゃ便利です。水に溶かなくていいんでね。さあいい感じないでしょうか。いい匂い。わあめっちゃいい匂いする。さて初エビチリ完成いたしました。見た目はねかなりいい感じじゃないですかね。僕割とタレのスープなんていうの、シャバシャバのエビチリよりこっちのね結構こってりしたエビチリが好きなんで、いい感じにできたと思います。どうかな。エビチリなんか俺作ったの初めてかもしれない。下手したらなんか面倒くさそうやから作ったことないねんな。いただきます。エビチリになってます？うまっ。いただきます。うまっ。エビチリや。エビチリや。プリプリやん。辛さもうまいやん。うまい。ネギうま。うまい。バター中華料理で一番何が好きなの？僕はじゃあ3品頼んで晩ご飯食べてください。基本的な中華料理は全部あります。僕はもうチャーハンを頼みます。チャーハン、麻婆豆腐。いつ食べます？夜ご飯？じゃあ昼か。昼やったらもうチャーハンと行って麻婆豆腐かな。夜やったら3品言えんねんで。じゃあもう餃子。黄金の、かもう焼きそば、中華焼きそばを1個だけ頼む。1個だけ？はい。なんで焼きそばは1個なの？
ほぼほぼラーメンやから。ラーメン的に捉えてんのか。もう焼きそば頼んで餃子とかチャーハンとか頼んだことないな。マジで？は焼きそばはやっぱりサイドメニュー行ってまうわ俺。い。行ってまいりますか。焼きそば1個じゃちょっと頼んないとか寂しい。何行くんですか？だってもう焼きそば濃いじゃないですか、もう味が。もうあれでもう麺でラーメンですやん。ラーメンいっぱい。いやどっちかというとチャーハンやわ焼きそばは。焼きそばはどっちかというとチャーハそのなんていうの、一つのご飯における立ち位置、ン。それは麺類やからラーメン寄りなんかもしれんけど、チャーハンと何かみたいな感じで焼きそばと何かって感じ俺は。へえ。焼きそばだけじゃちょっとなんか、昼3品何行きます？昼3品やったら、チャーハン、油淋鶏、最近そうやねんけど、チャーハン、油淋鶏、春巻きか餃子。春巻きか。春巻き好きやねんな俺。揚げ物好きやん。夜2人。夜2人だからまあ2人でシェアする。まあ2人で5品は行かれへんか。4。夜ご飯の4。それはさ、この2人の場合じゃあ例えばチャーハンで 2枠使うことになる。だからもう全部シェア。全部シェアパターンね。全部シェア。チャーハン、やっぱチャーハン行くんや夜も。チャーハンか、なんか担々麺的なやつ。麺シェアする。麺も別にシェアする。炭水化物1個はいくよね。麻婆豆腐、酢豚。酢豚ね。青菜炒めみたいなやつかな。やっぱ野菜ものは一応相手のことも考えた時に野菜も食いたいかなってなるから、青菜炒め的な空心菜とか、そっち系の。そうね。そう。いや僕も夜やったらもう間違いなく空心菜を入れます。空心菜もしくは豆苗炒め、入れて、酢豚、麻婆豆腐、餃子、チャーハン麺はあんま頼まんかも。全おかずってこと？待ってください。チャーハン全おかず。何と言った？全おかず。今何と言った？4品。豆苗炒めか空心菜でしょ。麻婆豆腐、酢豚、餃子。炭水化物いかへんの？炭水化物いかへんのっていうか、炭水化物といういかへんっていうことすら頭にないです。もうチャーハン頼まんかもな。でもじゃあチャーハン頼まへん分、その麺類焼きそばなのか、ラーメン的な汁そばみたいなのとかさ、1個軸で炭水化物いかへんの？いかないかも。そうなんや。チャーハンを白米として。そりゃそうやろ。だったら僕白米頼みますね。なんで？だってチャーハン味ついてるから。別にチャーハン味ついてるじゃないですか。だからもうチャーハンにおかずは必要ないでしょ。いやチャーハンは白ご飯の立ち位置やろ。中華で言うたら。お昼ね。で中華で白ご飯頼まへんやん。中華で白ご飯、お昼はあるじゃないですか。お昼の、なんか唐揚げ定食とかやったら白ご飯来るやん。でもそうじゃないやん。じゃあチャーハンに具が入ってるからそれでええやんってこと？じゃあチャーハン単品で終わらせるってこと？ほな麻婆豆腐食べて、チャーハン行くってことですか？行くやろ。麻婆豆腐飲み込んでチャーハンじゃないんですね。いやその時もあるけどだから白米的にチャーハンを使うよ。じゃあチャーハンはチャーハンだけで食べても美味しいし、その麻婆豆腐と一緒に麻婆チャーハン麻婆丼みたいに食うのもある。白米感覚でいくんですね。そりゃそうやろ。米やもん。米やもん。チャーハン具入ってますもんっていうほど入ってないやん。具入ってるっていうか、もう味ついてますやんの方がでかいかも。でも味ついてても米やん。めちゃくちゃついてるわけじゃない。しかもめちゃくちゃついてますやん。めちゃくちゃついてないやろ。だってチャーハンにはおかずが必要な人なんですか？
そう必要やで。チャーハン単体チャーハン単体はえチャーハンいや無理じゃないよ別に、うんうん、無理じゃないけど、チャーハン単体はちょっとなんか欲しいなってなる。餃子なのか。ああへえ、なるな。味付きご飯なんですね。チャーハンっていう丼物じゃないんですね。ああもうカツ丼とかと同じ。チャーハンカツ丼はいっぱいで食うやんか1個で。もちろんそれと同じようにチャーハンを捉えてるってことか。うん、ああどうなの。カツ丼の場合、ご飯ととんかつ乗ってるやん、で完結するのは分かんねん、でもチャーハンはそれで言うと白ご飯になんかカツ丼の卵とじしてるやんか、その白ご飯に卵でとじてあるものだけみたいな頼りなさとんかつがないバージョンのカツ丼みたいな具はあるけどみたいな。歯ごたえが欲しい。歯ごたえじゃない。歯ごたえじゃないな。単純に備え具入ってないやんだって別に。備え具入ってない。全部みじん切りの量にしたらちょっとやん。炊き込みご飯と同じなんですね、チャーハンは。ああそう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 。もうチャーハンも一品料理。うん。だからカツ丼なんや。カツ丼天丼チャーハンっていう分け方やろ。俺も炊き込みご飯白ご飯チャーハンの分け方やもん。へえ。そうか、まあそういう捉えてる人もいんのか。だってなんかチャーハンと餃子頼むとするじゃないですか、中華で。で餃子だけ先来るじゃないですか。できたら同時に来てほしいんですね。できたら同時に来てほしい。来るまで待つぐらいの1個2個食べてもなんなら全部餃子を平らげることはないね。やっぱりチャーハンと餃子行きたい。できたらもうほんまに完全に王将しか思い浮かんでないですけど、王将の唐揚げめっちゃ好きなんですけど、唐揚げ頼んだらチャーハン頼めないって思っちゃうんですよ。来い来いってなっちゃうから、唐揚げ頼むんやったらもう白ご飯の方がええなって思うんですよ。あそこの王将の唐揚げはおかずの唐揚げやから。いやおかずの唐揚げやからっておかずの唐揚げ以外の唐揚げあんの？主食の唐揚げがあるの？居酒屋の唐揚げみたいな、別にあれ居酒屋で唐揚げ頼んでも別に白米いかなくてもいいじゃないですか。まあ居酒屋で白飯食わへんからなあんまり。だからその感覚、でももうザおかずとしての唐揚げの味がするので、僕的に王将の唐揚げってだからあれだけ食べることは無理なんですよ。だから白ご飯が欲しい。居酒屋の唐揚げと別に王将の唐揚げ、そのおかず用の唐揚げと白飯といける用の唐揚げと明確に分けてるわけじゃなくない？ありません？なんかこれおかず米いけるなっていう唐揚げと、これ米無理やなっていう唐揚げ。いやいや唐揚げは全部米いけるけど。何の違い？味の濃さ？味の濃さかな。で何やったっけ？でだから唐揚げ食べたいけどチャーハン食いたいなでダブルで頼むのはちょっと味、そこダブルになんねんな。俺はもう唐揚げがピッチャーやとしたらチャーハンはキャッチャーやからポジションかぶってないねん。ピッチャー多いなになれへんのよね。そうじゃあさ、今それ初めて知ったけど、俺と一緒に中華屋さんとか行った時に、っていう頼み方してたんじゃん俺。僕だから同時に食うてないですよ。多分別々で食ってるはずです。餃子をおかずにチャーハン食うてないはずです。餃子は餃子で食べて、でもチャーハンはチャーハンで食べて。俺の注文の仕方とかでさ、それとそれめっちゃかぶってるけどなとか、チャーハン頼んで餃子行ってとか思ってたってこと？いや別にそれは思ってないです。シェアしてるんで。シェアするパターンじゃない時に、俺がバターはじゃない何酢豚と餃子とか頼んでんだったら、俺チャーハンと唐揚げ食ってたら、って思うってこと？チャーハンと唐揚げ食うてるやんって思った。だから僕の中で同時に食うてるとは思わなかったです。チャーハン行って唐揚げでむしゃむしゃってしてると思ってなかったってこと？唐揚げをおかずにチャーハン食ってるとは思ってなかったと思います。じゃあ俺がチャーハンと唐揚げ頼みました。じゃあバターはバターで自分の食うもの頼んでねってなった場合、じゃあ麻婆豆腐と餃子っていうパターンがあるってこと？あります。昼飯やで？昼飯やったらだからチャーハンじゃなくて白米を頼みますね。
白米頼むのなし。白米っていうメニューないんですの場合。うわいや俺やったらー、白米なしの場合はもちろんチャーハン行くし、チャーハンなかったらじゃあチャーハンのとこ焼きそばで買えます。うわ、それはないですわ。じゃあ担々麺とかラーメンとかでほんで一品唐揚げとか春巻きとかっていう。だあからチャーハン焼きそば担々麺ラーメンこれ全部ピッチャーやねんポジション一緒やねんこれ。ピッチャーとキャッチャーなのかセカンドなのかっていうとこになってくるんだけど。そうなんや。そうじゃないってこと？味濃いなってならないんですね。白飯禁止やった場合はどうなんの？白飯禁止やった場合はで餃子が白飯の代わりになるんちゃいます？いやまあ確かに餃子がその主食になり得る感覚はわかるただ他に焼きそばとかラーメンとかがあるのに餃子を主食に持ってこようとするってことは焼きそばとかラーメンとかよりも餃子の方が味薄いやんってこと？餃子って味の濃さって自分で決めれるじゃないですか。ちょってタレつけジャブっていくのかちょってつけるで餃子自体に備えに味がギュッてあるわけじゃないじゃないですか。それで言うたらチャーハンだって餃子の味付けとチャーハンの味付けと同じぐらいじゃ味の濃さレベル。餃子をおかずにチャーハン行く時でもタレつけないですか？つけるでしょ、すごいもうその時点でもう濃い味がついてて、さらに濃いものをガッていくんですよね。濃いもう濃いわ。そんな濃いと思ってないもんだって。濃いの好きですもんね。濃いの好きだけど餃子定食で餃子とチャーハンとかラーメンとチャーハンとかがある時点で、チャーハンと何かを一緒に行くのみんな行くよねっていう感じになってるんじゃないの？別で食うてんちゃうんですかあれ。別でっつったって別に2品しかなかったら別に行きようはなくない？だからなんか中華行ったら割と餃子早めに早くできるからっていうのもあるんでしょうけど、餃子バーン出てきて餃子食ってあと1個2個残ってんなっていう時に来るじゃないですか。でもう来た時にもいやそれはその店によるしその店の混み具合とかによるやろ。それお店も本当は一緒に出したいはずやで。待ってください、それはないんちゃいます？餃子は餃子で行くでしょ。餃子どうぞ。いやそれ合わせたいはずやでほんまは。その方がだって餃子行きました餃子来てんのにチャーハンなかなかけえへんってなったら、お客さんが「チャーハンまでですか?」ってなるもん多分。定食やったら同時にと思いますけど、餃子とチャーハン厨房入るじゃないですか、そしたら餃子から作り始めますよね。そう順番で言うたらね。順番で言うたらね。でも同時で出せるんやったら同時で出したいはずやだって。その方がだってお客さんは一緒に食いたいわけやから。一緒に食いたいんかなみんな。いや100人おって100人じゃないかもしれんけどそっちの方が多いんですか？と思うよ俺は。そうなんや。これ僕の少数派かな。徳井さんの方が少数派ちゃいます？それはないと思うで。だってチャーハンってもうだってチャーハンと餃子のセットあるやん。だから餃子は餃子で食うてチャーハンはチャーハンで食うでしょ。その餃子は餃子で食うて、チャーハンはチャーハンで食うて、って何なのそのさ2品しかないねんからこうやって食ってたらいやそれはね境界線曖昧やん。その餃子食ってごくんって飲んで全部なくなってからしかチャーハンいきませんってことや。バターはまんってしてるうちにチャーハン放り込むことないの？あんまないかもな。なんか記憶にない僕からしたら唐揚げ口の中残ってんのに、餃子行くんと同じですわ。じゃあカツ丼餃子残ってんのにカツ丼行くんだから僕の中でチャーハンはもう一品カツ丼丼物。餃子のことでカツ丼行くこともあるやろ。うわそれ麻婆丼とするじゃないですか、じゃあ餃子は欲しますか？欲しる。それは餃子をおかずに麻婆丼を食うんですか？麻婆丼ってなってきたら、麻婆と白飯やから、
別に麻婆をおかずに白飯いってるとも考えれるけど、麻婆丼が口の中にある状態で餃子行くこともあるよ別に。慌てて。別に慌ててない別に普通に明確にどっちかにはなってないそんなん。でも唐揚げ定食頼むじゃないですか、で唐揚げ食べて、唐揚げを飲み込んでから白米あんまいかないでしょ。唐揚げ飲み込んでから白米行くこともあるやんだって。それ絶対なんで絶対じゃないですけど、そうやろ。そのおかずという立ち位置で、だから俺はチャーハンは、白米のその白米でもあり、白米に具材が入ってるからちょっとおかず、それでもおかずよりっていうこともないけど、ちょっと最初とちょっと僕寄りになってきてるじゃないですか。なってないよ俺鼻からそうやねん。いや完全に白米がだからもちろん餃子と白米、で白米と唐揚げもいくやん、でもチャーハンと唐揚げももういけるってこと。どっちかっていうと白米よりやからお米やんかチャーハンも白ご飯もだからゾーン的にはお米炭水化物の仲間ゾーンやね、だから炭水化物と何かお肉とかをいきたいから、チャーシューとかそういうその五目チャーハンとかの、チャーシューとかはもう含まれてないんですね、あんまり具材としておかずとして。チャーハンの中に入ってるチャーシューをおかずの一品と捉えてるってこと捉えてるというか、そっちよりと捉えてもらってもいいと思います。おかずと思ってるってこと。だからじゃあチャーシューと白米いってるのとチャーハンいってるのと口の中で同じじゃないですか。まあまあそれはまあな。ってことはチャーハンはもうチャーシューとおかずとご飯を一緒くたにしているものなので、まあバターの考え方が言ったらそうやわな、あ、これどうですか。ピラフはいかないでしょ、他のもの。行くよ。ピラフとなんかピラフもなんか欲するんですか、なんかおかずを。チャーハンと一緒やん揚げ物なのかピラフとハンバーグとか。ピラフとハンバーグか。ピラフとハンバーグはあるな。どないやねんそんな風に捉えてたんや。いやでもこれに関しては、まあそのバターはその、チャーシューとかのをおかずの一品として捉えてるわけ。チャーハンに入ってるチャーシュー、細かく刻んだチャーシューを混ざっている、おかずと混ざっている、おかずと混ざってる。だからカツ丼とチャーハンは一緒ってことやろ。もうジャンル的には同じ。まあいるんちゃう、絶対そんな人おらんでとは思わんけど。カツ丼の並びにチャーシューがないとするならばチャーハンチャーハンはどこにあるんですか。白米。だから白米より炊き込みご飯。炊き込みご飯、そうね。やっぱカツ丼、天丼、親子丼のグループがいて、これはもう一品で食います。でもチャーハン、白ご飯、炊き込みご飯、ピラフとか、これはやっぱ仲間やな。おかずと一緒に食える。さすがにカツ丼頼んで唐揚げも、ってはあんまならへんけど、中華は味が濃いから余計そう思う。そんなに薄味好きやったっけ。そんなに薄味が好きじゃないですけど、中華は味が濃いっていう。寂しさない？そのチャーハンだけってなったら寂しい。なんかおかず欲しいなってなる。いや歯応えじゃないよ別に。俺は8ヶ月ぐらいの犬じゃないからさ噛みたい盛りとかじゃないのよ別に俺。白ご飯おしんこじゃ賄えないってことですよね。白ご飯とおしんこ、今日のお昼ご飯白ご飯とおしんこですってなったら、ちょっと寂しない？コロッケでええからなんかちょっと欲しいなみたいな。テレビで王将のめっちゃ美味しい食べ方みたいなんで、ほんまにそうチャーハンと麻婆豆腐頼んでもうかけて売ってたんですけど、実はあるやん。だって濃いなと思う。やったことあんのかな。でなんか単純に濃い味が嫌なだけなんじゃんざっくり言うとそうなんじゃない？そうかも。炭水化物とおかずをいきたいっていう考えが薄いか。いやでもそれは行きたいですね、白米の場合であれば。あと味が濃いから嫌ないの。チャーハンだけでいい。そうか。だから、一つの食事に対してのバターの味の濃さが決まっててで焼きそばでその味の濃さ100いった場合、いらんと。それはあるかもしれないですね。そう、例えば俺とかは焼きそばで100いってたとしても、炭水化物プラスおかずっていうバランスが欲しいから、100いっても
空がきが来てうん150になろうがうんあ欲しいねん。そうかも。もうゲージがもう濃さが100いってもうたら何で100でやろうが別にええわけやん多分バターは。濃さゲージなんや多分。そうかも。そうですわ。濃さで満たされてんねや。だから寿司行って僕ガリめっちゃ食うじゃないですか。あ食ってんな。はいだもう寿司で濃さ足してんの。いや魚の味でもうパン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 なんですよね。わかります？ずっともう魚の味でパンパンやからパンパン口直しっていう意味合いじゃなくて口直しが異常に必要というか、魚の味でパンパンなとあかんの？濃い魚の味が魚だらけやってなるからいや寿司やからな。だから多分ガリ行って一回寿司の魚の味をリセットしてやらないと魚の味がどんどん蓄積されてきたら食べ続けられなくなってくる。ちょっと待ってそれさ魚の味を味わうためにじゃあトロ行きました、一回トロは濃いからリセットするためにガリ行って次の味の味をちゃんと味わおう。いやもうめっちゃややこしなった今次のイカの味をちゃんと味わうためにトロの味を消そうっていうリセットの仕方じゃなくて、魚介のどっちかというともうその感覚に近いかもしれないですね。じゃあもう寿司合ってないくない寿司めちゃくちゃ合ってなくない？魚介しか出てけへんやん基本。それ一貫一貫挟まないですよ。一貫一貫は挟まないですからさすがに、3貫ぐらいいったらもう魚でいっぱいなんでガリで魚でいっぱい魚の味でいっぱい満たされ魚なんて言ったらいいんですか。口の中が魚でいっぱいやからもうこれ以上魚は入れられませんよってなるからガリを食べてまだ魚を食べるっていう。でも魚の種類変わってるやん。そのマグロばっか食い続けたらマグロでいっぱいは分かる、でもマグロ食ってじゃあこのアナゴ来るとか魚種類変わるやん。それはもうそれで言うとどうなんやろ。普通に注文できる寿司屋さん、だら僕結構偏りがある。寿司の種類もマグロ、タイ、イカ、ネギトロ、鉄火とか。ちょっと待ってでも光り物とか僕行かないですもん。いや同じ味でいっぱいいっぱいになるんやったら分けた方がよくない？マグロを食べるためには偏るのおかしいやん。じゃあマグロを食べるためにはリセットだからマグロ食いたいのにマグロ連続生姜抜きでマグロ連続は嫌なの？それは無理です。マグロ食いたいのにそれは無理。いやもうマグロもう、満足やわもうええわってなってんじゃ分かるけどマグロ連続で行くのは無理ですよ。マグロ食べたくても。意味がマジで分からへんねんけど分からんかな。マグロ食べたいんやろ？マグロ食べたいですよ。でも連続は無理なの？ガリ挟まんと連続で食べ続けるともうマグロの許容量口の中のマグロの許容量を超えてるから一回リセットせないと。でもマグロ食いたいんやろ？食いたいです。真逆のこと言ってるそれなんなんそれ。ガリを挟むことによってさらにマグロを食べれるようになるんですよ。飽きない？それってマグロ食いたないんちゃう？いや食いたいです。飽きてるやん。飽きてるからそう飽きてるからガリでリセットしてもう一回マグロを連続で4貫とか行くのは、多分もう食べたくないわってなるんですよマグロを。でもマグロ食べてマグロ気持ち的にはマグロ食いました、もっとマグロ食いたいな、ガリでリセットしよう、マグロ食うそうもうそれです。それはじゃあ2貫目のマグロをより美味しく食べたいから1回ゼロにしてるってこと？そうですね。そうですね。そうです。マグロを1回なくしたい。次のマグロを食べるために牛丼食べるじゃないですか。生姜も乗せるって食べるじゃないですか。で牛丼って結構飽きる時あるじゃないですか。常に飽きはしないですけど飽きる時あるじゃないですか。食べてて牛丼2杯3杯食ったら飽きるけど
牛丼いっぱいの中で牛丼に飽きることはないわ俺。ああ、しんどなってくると同じもんずっと食うてると牛丼食うなやだったらチャーハンだけで食うの無理なはずやん。だからずっとチャーハンなんやから。俺はだからチャーハン食って餃子食ってとかしてるから。だからチャーハンにももちろんスープなり何なりをついてザーサイなり、もうついてくれてるのがほんまにベストです。で味の濃さなのかな、一回濃さなんやわ。味に、でも寿司で言ったら濃くないもんな。濃さで言うと寿司はもう魚の味というか生臭さじゃないですけど、魚特有の油。寿司屋でガリなしでいけるんですか？全然いける。別にガリも食うけど、ガリないんです。ないんです。そうですかって感じ。別に全然。どこで行きます？僕どこで行く？どこで口直すんですか？直さなくていける。で僕ガリない時はもうお茶もうマジでガブガブいきますお茶マジでガブガブいきます。なんかめっちゃいいところやと一回ドンってガリもらうじゃないですか。だからそんななんかまたこいつガリくれっていうのなんか恥ずかしいなと思ったりとかすると、もうお茶でいきます。お茶はもうほっといてもなんか入れてくれるじゃないですか、何も言わんでも。ラーメンで麺よう残すじゃないですか。よう残すことなくない？あれは飽きてるんじゃないんですか？違う、飽きてない。お腹いっぱいなだけ。お腹いっぱいなんや。ラーメン行こうって言ってラーメン行きましょうって飽きることないもん。ラーメン食べに行きましょうって言ってラーメン行くじゃないですか。でそこそこ腹減ってる状態じゃないんですか？減ってるけど、食べたら結構膨れたなっての時あるやん。なんか不思議な胃袋してますね。だって腹減ってる時ラーメンいっぱい、ラーメンの麺ぐらいいけません？いや、それはだからその人たちのその人それぞれの食える量があるやん。その日の体調とか。もうええわって思ってやめてるんじゃないんですね。食えるけど食えへんからやめてるんですか？あれあんまり突き詰めたことないですけど。ご飯残す人って、味に飽きてもうええわってなってる人めちゃくちゃ少数派やと思って、お腹いっぱいやから残してはんねんみんな。バターはお腹まだ食えるけど飽きて残すことがあるってこと？いや僕基本的にご飯残すことないですけど、途中で飽きることはありますよね。そう、途中で飽きるがよくわからん。普通に一人前の量とかでめっちゃ日によってね、牛丼食うてる時にね、ない俺何回この作業してんねんってふと我に返ることないですか？これ何回すんねん。我に返るって何？ふとぶっ飛びながら食ってんの？ふとないたまにあるんですよ。何回この作業、あと半分ぐらいこれ同じことせなあかんやんとか。何回この作業来んねんって途中でふと思う時に、お腹の状態はどうなの？普通です。食べれます。全然。ほな食うやろ。いや食べますよ。てか腹減ってんやろ。はい。嫌に腹減ってるよりこの作業が嫌になってくる。でもたまにいるよね。だからそれってさ昔綾部とかもそうやったけど、飯食うの面倒くさい人がそうやった。それあるかもしれないですね。お腹減ってるっていうか減ってるから食べれるけどまだこんな残ってるやんとか。ないわ。飽きる面倒くさくなるはないわ。そっか。だからこそ餃子とチャーハンを僕分けて食べるのかもしれないですね。飽きないように。飽きないように。いやそう思って食べてないですけど。でもそれと一緒に食うのと飽きない感じは一緒じゃない？だって餃子食ってチャーハン食って別にそうですか。飯を食うことに疲れてないな。じゃあバターが家で自分で何か作ったりとか、買ってきたりとかして食う時なんかは絶対箸休め的なものは絶対あんねや。絶対あります。冷蔵庫に必ずお漬物は入ってます。生姜かお漬物は絶対入ってますね。生姜やっぱりしょうがない。はい。食事でお漬物ないっていうのは
あんま嫌なんや。嫌です。嫌です。食事のね、なんかよくご飯とおかずのバランスどうなってんねんみたいな食べ方の人いるとか言うじゃないですか。それで言うともう本当にお漬物とご飯とおかずのその計算、どのタイミングでおしんこなんて2切れとかしかついてない時多いじゃないですか。もうあれがもう一番考えるところですね。これポリポリってポリポリっていってこれ1枚いったらもう多分もう追いつかへんとか。お漬物少ない時、ほんまにポリ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 っていくやろ、そのポリポリで口直せてんのだから結局雰囲気もんじゃないのそれって。ほんまは1個バクっていきたいんですよ、でもないからそこはもう気持ちで気持ちだけでもみたいな気持ちで乗り切らないとダメですね。もうお漬物最後の最後にね、多めに余らした時の気持ちよさったらないですよね。最後にもう全部なくせるっていう。なくしたいの最後さっぱりがまあ気持ちいいっちゃ気持ちいいのはわかるけど、ぬか漬けの時やった時もちょっとショックですよね。濃いやんっていう。お前ぬか漬けでも濃いと思うのいや濃いやんって。浅漬けがベストです。ぬか漬けでも濃いと思うのぬか漬けでも濃いと思いますね。おじいちゃんあれですもん、酒って水分とカウントせえへんぐらい飲めますもんね。なんだよなほんまよう言うやん、水あんな飲めへんけど、酒飲める。ちゃんとした正解絶対あるやんか。酒はどうして水より量が飲めるか。はい、正解あるんですね。ビールだと水よりたくさん飲めるのはなぜ、明確な定説はまだないものの、定説ないんですか。影響している可能性があると考えられているのが、胃から分泌されるガストリンというホルモンの存在と、ガストリンは、胃の出口の T 細胞という細胞から分泌されるホルモンで、主な働きは胃の運動の促進、胃酸分泌促進、ヘプシノゲン分泌促進、まあね、いろいろな成分を分泌する促進作用があって、ガストリン近くの部分の運動を、抑制し、出口近くの運動を促進あると。でこれは胃の中に多くの量を溜め込むことを可能とすると。で出口近くのものを押し出すのに役立つ。ビールにはガストリンの分泌を促進させる効果があることが明らかになっている。ということはビールを飲むことでガストリンがいっぱい出て、胃の排出効果が高まる。で結果としてたくさん飲めるという結果になっていると考えられると。だから水は胃に溜まっちゃうから、もう胃の中でいっぱいいっぱいになって水飲めへんけど、ビールはガストリンの作用で胃から次へ出す作用がある分飲めるんじゃないかという説らしいわ。どうしたん？メガネをどこに置いたか全く思い出せないんです。メガネをどこに置いたか記憶にない。はい。全くどこに置いたか。朝起きてメガネかけた。で玉を吹いて、レンズ吹いて、メガネ曇ってんのかなと思って、下で撮ったのかなと思って、顔の下行ったんですよ、なくて、落としたと思ったら、音鳴るじゃないですか、
見てたら全くないんですよ。俺メガネどこにあるか知ってるで。嘘。ほんま。波平やろ。もうおじいちゃんやで、もうマジで。ああいい天気。はい、おはようございます。ここまでね、もし飛ばさずに見てくれた方がいたら本当にありがとうございます。昨夜のあんなにくだらないおっさんの論争を聞いていただきましてありがとうございます。じゃあね、朝ごはんをここでね、ハンバーガー受け取りに行きます。はいはい、こちらハンバーガーですね。チーズバーガーやったかな。この皮を見ながらね、ちょっと皮のほとりまで来て食べたいと思いますが、このカリッカリポテトとね、ピクルスあって、ハンバーガーもね、結構でっかいハンバーガーついてますね。たまにはこういうね、キャンプでの朝ごはんもいいっすね。これなかなかの立派なハンバーガー。パンもね、バンズ美味しかったですね。いただきます。あ、パンもなんかいい感じ。うん、うまい。うん。いただきます。うん、ポテトカリカリや。やっぱシチュエーションめっちゃでかいですね。たまらんわ。今ここで食うんやったら何食ってもええもんな。全然。外で食うとうまいってどういう理屈なんやろな。